済が悪いのっていうのが、じゃあ誰のせいなのかっていうと、僕少なくとも自民党のせいだと思ってるんですよ。日本人に減ってほしいと思ってるわけではなくて、少子化対策をどうでもいいと思ってるので、何もしてないから下がってるっていうだけです。いまだに自民党の裏金問題が話題になるのはなぜだと思いますか？問題だからじゃないですか。議員は納税しなくても OK、国民は納税の必要があるという立場の違いを認識すれば済む話で、立場の違いが良くないんじゃないですか。法律上払えってことになってるから。仕組みを切れるのは議員なので、それに国民が文句を言うのはお門違いな気がします。そういう意味でいくと、多分法律として作らなかったからなんですよね。自民党の議員は裏金をもらったとしても所得税を払わなくても良いという法律を作っていれば何の問題もなかったんですけど、法律を作っていないにもかかわらず、立場を悪用したというところが多分問題になっていると思うので、なのできちんと裏金は納税しなくても良いという法律を作ればいいんじゃないかなと思います。徹底的な少子化対策を行ったハンガリーですら、出生率が 1.23 から 1.56 に微増した程度で人口置換水準に達してないことを踏まえると、どんな政党が政権を取っても少子化を防げないのではないでしょうか。自民党が無能だから日本は少子化が止まっていないというひろゆきさんの意見は正しいのでしょうか。またこの政党であれば政権取った後日本の少子化止められるかもとひろゆきさんが書いてる政党がありますか。なんかここら辺のその1個のものがうまくいかないからといって全部やる必要ない論の人っていうのがいるんですよね。例えばじゃあダイエットをしてる人って炭水化物を取らないようにするし、ケーキもなるべく食べないようにするし、で運動もそれなりにするようにするっていうので、いろんなダイエットを重ねた結果、でもそれでも 500g ずつ増えていますみたいなのが普通だと思うんですよ。でじゃあ 500g ずつ増えているからケーキも食い放題にしていいし、アルコールも飲み放題にして、炭水化物も取り放題にして、運動もしなくていいのかっていうと、そうじゃないんですよ。要は一つ一つのダイエット法というのはそれなりに役に立つんですけど、ただそれが1個やって全てが解決するほどのダイエット法はありません。なので複合的なことをいろいろやってなんとかギリギリのラインを保とうねっていうのが少子化対策なんですよ。なのでフランスの少子化対策とかでうまくいった時期は2を超えたこともあるんですけど、でも近代国家というのは基本的に少子化傾向になるので、いろんな施策をやっていろんな施策を重ねて、それでなんとか少子化をいかないようにしようという努力をしているので、少子化対策なんか全くやんなくていいぜってなると、韓国が1.3 とか確かそれぐらいだったかなっていう感じで、どんどん少子化傾向は強くなってしまうんですよ。なので何かこの一つの政策をやれば解決するよねみたいな単純なものではなく、いろんな政策をやり続けなければいけないよね。なのにいろんな政策をやっていないから自民党が良くないよねっていう話です。なんかこの政党だからできるというのではなくて、いろんな政策を重ねてなんとか少子化対策、出生率を上げ続けるというのをやらなきゃいけないっていう話なんですけど、全然違った。韓国の出生率0.8、0.72、1切ってんだ。すごいね。いやー、だからね、そうなっちゃうんですよ。なので、いろんな政策を頑張ってやりましょうっていうところが少子化対策なんじゃないかなと思うんですけども。自民党は本当に子供が増えてほしいと思ってるのでしょうか。思ってません。本来では正反対のことを考えていて、日本人に減ってほしいと思ってるのではないかと思います。日本人に減ってほしいと思ってるわけではなくて、少子化対策をどうでもいいと思ってるので、何もしてないから下がってるっていうだけです。なので別に減らしたいとまで思ってる人はそんなに多くないんじゃないかなと思います。自分は国会議員に税金広告費を当てるのが本当にお金が無駄だと思っています。財務省や日銀が直接彼からのじゃない活動費払えばいいのにと思います。いや、財務省も税金ですよ。日銀も結果として税金が回りますよ。クラファンやスパチャや副職活動費なんて収支や活動ごとをきちんとしていれば開発的なそうな。まず、議員にお金を払わなきゃいけないというふうに思い込んでいるあなたの間違いを正した方がいいと思います。国によっては議員お金出ないところのは結構あるんですよ。国会議員日本よりもらってる国っていうのが1つか2つぐらいあるんですよね。確かトップ3に入るんですけど、日本の国会議員の歳費の額の高さっていうのは、村会議員とか町会議員とかで歳費出てないところは割とあるんじゃないかな、日本でも。で、国によっては町会議員とか市会議員とかっていうのはボランティアですっていうのは普通にあるので、なので別に給料払わなかったとしてもそれなりにちゃんと政治的なことはやってますよってすでに証明できてるので、なので法律変えてとっとと払わねえっていうのにしちゃうっていうのはありなんじゃないかなと思いますけど、それか法律上は歳費を払うってことになってるので、じゃあ年間10円なとかでいいんじゃないかなと思うんですけど。
政治家がパフォーマンスを偏ってるのを買ったくてもデモも虚しいでしょうし、一人で政治活動しても無力。いちいち行政裁判を起こして立法に訴えてもお金かかります。企業ではパワハラ賠償を求めようとしても裁判でお金かかります。教育や福祉を貧富関係なく、そして世界平和をリードする政治をひろきさんとか領収流れで指揮さんにお願いするのはありませんか？ありません。基本的に日本の法律というのは国会議員が決めるので、国会議員の半数というのは僕が知る限り多分金持ちと2世だけで7割超えると思うんですよね。で、2世とかって政治家しかやれないような人多いんですよ。なので、政治家というのは自分たちの属議員的なところとか業界とかに、利権をうまく渡して票とお金をもらうっていうのをやり続けて政治家をし続けるっていう。で、タブレットも持ち込んではいけませんとか、どんな暇なつまんないやつでもずっと話を聞かないと叱責したことになりませんみたいな、まともで優秀な人だと、やっぱ時間無駄だよね、この仕事っていうので、でもそれしかできませんっていう2世の人とかが割と幅を利かせたりするので、なので、まっとうな人が政治家にはならないんじゃないですかね。自民党嫌いでも既存の政党でいいと思う政党ない。自民党嫌いであれば自民党以外に入れとくっていうのでいいと思いますけどね。結局自民党が第一党であるという部分は変わらないと思うんですけど、自民党が過半数を取ってなかったら何かの法案を通すために他の党の様子を伺う必要が出てくるんですよ。自民党が 40% しか議席を抑えてませんでしたってなると、じゃあ 10% 分は維新だったり共産党だったり公明党だったり立憲民主党だったりっていうところにお伺いを立てて 10% 分誰かちょっと投票してくれませんかっていう風に話をして相手の野党の話を聞いてそれをある程度飲んで法案を変えるみたいなのがあったりするので、自民党が1党だけで 50% 持っちゃうと俺たちの好きなようにやるぜってなっちゃうんですけど、今回みたいな裏金みたいなのが、じゃあこの裏金を反省してちゃんと納税するんだったらお前らの法案乗っかっていいよみたいなのが野党が言った場合に、法案通すんだったらそれ乗っからざるを得ないみたいなのがあったりするので、なので自民党の割合をもうちょっと下げるっていう方がいいんじゃないかなと思いますけども、別に自民党じゃないところが与党になるまでのことを考える必要がないと思うんですよね。なんか自民党がダメだったとしたら立憲民主党に政権を持たせていいのかみたいな人がいるんですけど、いや別に立憲民主党を与党にしようという話をしてるわけではないよって話なんですよ。自民党が3割でも4割でも取っている状態でその過半数を取れてなかったらそれはそれで自民党が好き勝手できないよねっていうだけで、一番多数を取っている党が自民党というだけであって2番目が立憲民主党とかでも全然状況は変わるんですよ。だから現状の自民党と公明党で半分以上持ってるよねっていうところだと野党の言うこと全く聞かなくていいよねってなっちゃうので、なので別に今の状況というのは、じゃあ自民党がダメならじゃあ立憲民主党に政権を取らせるのかっていう人がいるんですけど、でそこまでやらなくてもいいんじゃないのっていう話です。はい。政治のことが無知な若者など教えてください。今の岸田政権はかなりのポンコツにしか思えないのですが、過去の民主党政権はもっとやばかったっていうことなのですが、どれくらいだったのか教えてください。民主党政権が悪夢だったと言われるのですけど、リーマンショックと311の東日本の大震災と原発の問題が両方重なっちゃったので、実際民主党自体がそこまで悪いことをしたのかっていうと、僕別にそこまで悪いことはしてないと思ってる派なんですよね。経済がめちゃめちゃ悪かったです、その時代は。でそれが民主党のせいなのではなく、リーマンショックと東日本の震災が重なったっていう運がめちゃくちゃ悪かったっていう話なんですよね。現在のじゃあ日本の経済が悪いのっていうのがじゃあ誰のせいなのかっていうと、僕少なくとも自民党のせいだと思ってるんですよ。55年体制というか、民主党の3年間の政権以外はずっと自民党がやってたわけじゃないですか。なので現状悪いのはたまたま何かがあったよねというわけではなく、少子化問題とか全部自民党のせいだよねっていう、自民党が何とかしてたら少子化ここまでいってなかったかもしれないよねっていうのがあるので、なので民主党政権がやばいっていうのはその時代の運が悪かったんですけど、政策として明らかに悪いよねっていうのであれば自民党がやってることの方が悪いのは明確になってる部分あるんじゃないかなと思うんですけど、もちろんいい面もありますよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。